DHG デジタルハーツゲーミング。おじさんなんでどこ行くんですか？どういうこと？今日は井上王子成功でここに撮るの？いやいや、もうびっくりするよ。別になんか店の前でやろうかなみたいな。歩いてるところから行こうかな。いろんなのちょっと待って、びっくりしたわ。今調べてるんですか？いやよし行くか。行きましょう。はい。どうしたんですか？どこに急になんか連れてこられましたけど。今日ですか？今日の、はい、今日はですね、王子にある井上王子整骨院に来ました。はい。なんとここは、はい、おつがでメンバーであるマリオさん、通称ゴリラ。ちょっと体の年齢見てもらおうかなっていう私はファイターさんのね。はい、年齢をね。なんか前回1回行ったことあるんですよね。1回行きました。で、その時は体年齢は2点でした。e スポーツプレー、筋トレしてるのにかかわらず、なぜかに2点という、どういうことなのかということで、今回はね、50点ぐらい目指していこうかなということです。何点満点中2点だったでしょう。100点でしょ。はい。100点までで2点なんで、なんとか50点ぐらい目指していきましょうということで。はい。はじめまして。井上王子整骨院の院長のマリオン方面から。マリオさんじゃあ行きましょうか。いつも井上で井上さんですね。はい。井上さん、マスク井上です。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。前やらずにね、飛行疲れてる方も、もうちょっとやばい、今もうやばい。なんかもうすでに右肩が嫌なの。そうね、ここですね、硬い。強い力で押すのやめてもらって。めちゃくちゃ慣れてるだけです。めちゃくちゃ慣れてるだけです。そんな力入れてるように見えてない。いやいや、なんかね、右の一部分だけ見えて、めっちゃ痛い。そう、すごい。前回2点だったんですけど、今回1点の可能性がある。同じ姿勢がやっぱどうしても続くと、筋肉とか硬くなってきますので。そうですね。もうそうしたらもう痛い。おじいちゃんじゃないですか。おじいちゃんだよ。いやいや、俺結構若く見られることに提供あるんで。外見だけね。外見だけ、中から変えていかないと。中身50歳ぐらいだから。中身ボロボロ。不健康の塊だから。このままなんか破裂しそう。体が。すごい気使って優しくやってるんですけどね。やっぱ本人がやっぱ硬いんでね。全体重をかけてるんだってぐらい今圧をかけられてる。そんなに力入れてるように見えないですよ。いやもう多分今全力ですよ。元アームレスリングで日本3位ですか。いや一応昔に。アームレスリング2位なんです。でももう本当10年以上前なんですけどね。すごいでもすごい。2位の人にね、今だって本気で押されてるんですよ。だってちぎれますよ。めちゃくちゃ優しい。めちゃくちゃ優しくやってますね。ちぎれる要素だけど。北斗の剣みたいにいつなんかひでぶってなってもしないんですよ。多分後で動画見た時めっちゃ恥ずかしいやつ。いやもうグフってか。その座ってる姿勢、座ってることが多いじゃないですか。そうですね。座ってる時の方がやっぱ腰にかかる負担って大きくて。基本的にその後ろ側の筋肉で体が前に倒れないようにこう支えてるんですけど、立ってるとそのお尻とか太ももの後ろ側とかふくらはぎとかでも姿勢を支えれるんですけど、なるほどなるほど。座ってる時だけだとやっぱこの腰の筋肉でしか支えられないので、意外とその立ってる時より座ってる時の方が、座りっぱなしの方がやっぱ腰に大きな負担がかかってくるんですよね。そうなんですね。やっぱその座ってると腰が痛くなったりとか、お尻の座骨っていう一番この尖ってる部分に太ももの後ろ側の筋肉がつくんですよ。でここがやっぱこう硬くなってくると、こう引っ張られるんですよね。そうするとやっぱり腰の筋肉も骨盤についてますから、腰が張ってくる。なるほど、連動してるんですね。でここが硬くなる原因として、ここの太ももの後ろ側の筋肉っていうのは収縮すると、足が腰にこうやってくるんですよね。へえ。この膝の後ろについてますから、ぐっと収縮すると。座ってる姿勢ってこう常に。なるほどなるほど。縮みっぱなしなんですよ。そうするとここがカチカチになってくるんですよね。でもっとこう引っ張られて、さらに腰が悪くなる。引っ張られちゃうんですね。座りっぱなしのお仕事されてる方は、腰痛なんかの原因にやっぱなってきますね。痛みが出てなくてもやっぱ筋肉自体その慢性的な疲労で硬くなってきますから、そうするとそのとっさのなんていうんですかね、急な動きとかで腰がバキッと、それがぎっくり腰とかのやっぱりとかにもなりますので、自覚がない方でもぜひお店に来てください。股関節とか肩の関節っていうのは、
まあ、基本的にまあ360度動くようにできてるんですけど、はいはい。あんまりその縦の動きしかしないじゃないですか、足歩く、だからこの横のところはやっぱ硬くなってきちゃうんですよね。あと足組む人なんかはここ硬くなってきて、絶対右足を上に上げていいと掃除さんは結構足組んでますね。どんどんこの横の部分が硬くなってきて、何もいいことねえし。掃除さん今のところいいとこないですね。今のとこ顔がいいです。顔がいい。顔が一番いいです。顔は120点ぐらい。モテねえじゃねえかよ。体が2点で相殺して50点ぐらいだと思うんで。ちょっとなんかね、痛いかなみたいなんですけど。特に掃除君はこの太ももの後ろがすごい張ってますね。なんでなんですかね。座ってる姿勢がやっぱ時間が長いからじゃないかな。座り痛いでしょ。痛い。なんでその強い力でつくの？やめて。いじめ反対。全然優しく。全然優しいですよね。ここがすごい硬いんですよね。やっぱで硬いところをほぐそうと多少ちょっと痛み出るんですけど、そんなにいつも患者さんにいつも来てらっしゃる患者さんの多分3分の1くらい力です。やっぱその1回の施術で一気にこうバッと症状を軽くすることってなかなか難しくて。なるほど。で自覚症状がある方とかも痛みが出てる方っていうのはもう症状としてはもう相当悪い部類に入るんですよね。あ、そうなんですね。慢性的な疲労から来る痛みっていうのはその小さいものがどんどん積み重なって、それで出てくる痛みなので、まあ要はこのコップの水が溢れた時と同時にその溢れた時に痛みが出るようなイメージなんで。じゃあそこまでいくともう結構そうですね。もう痛いって言って来られた方は痛み取ることはできるんですけど、やっぱりその全開にすることっていうのはやっぱ難しいんですよね。なのでこう定期的に来ていただけると。定期的に行きましょう。そうしたらダメですよ。ちゃんと来ないと。大丈夫。さっきより痛くないでしょ。これでさっきよりと同じくらい。ほぐれてくるとこうやっぱり痛みが出てくるんで。すごい。さっきと同じような感じですけど。さっきこんぐらい。嘘で。マジか。全然だけど。あ、痛っ。首が硬いね。胸を張るのがやっぱ大事かなって。痛い。近い。丸さん検証しか見えない。飛行ついてる。飛行疲れてる今確実に。指先一つでダウンしそうですからね、もうね。もういつ弾け飛んでもおかしくない。弾け飛んだ方がいいかもしれない。終わった後はもうすっきりしてますよ。確かに。なんか多分航空ぐらいそう飛べるかもしれない。ピョーンっつって亀仙人中学小学校で航空ぐらい。これでさっき右肩が痛いって言ったらそうして。マジですか？これ痛くないでしょあんまり。ほぐれてくるとこう同じ強さで痛くない。これでさっき本当に同じです。結局そのパソコンとかモニター常に見てる方って神経がその目から光が入るんで神経が常に高ぶるんですよね。夜寝れないって方とかもその高ぶりすぎちゃっていらっしゃると思うので、そのリラックスさせることがまず体を大事なので、寝つきが悪いって方は湯船にゆっくり使ったりとか、そういうのも結構大事ですね。はい、どうぞ。はい、30分だとこんくらいこんな感じですね。これで肩の一応うちは30分、45分、1時間のコースがあります。なるほど。まあ2箇所だと45分とか受けていただけると、まあもちろん1箇所で45分もできますので、特に掃除君なんか本当は45分ぐらい欲しいです。結構ひどい。腰とかのストレッチってやっぱ時間でやっぱできなかった。なるほど。まだ特に悪かった方はしっかりほぐしましたので、はい、こんな感じでありがとうございました。なんか変なマスクの人が転がってますけど、すごい絵面です。1年間整骨院やってるけどマスクしながら施術初めてだからなかなか。本物のタイガーマスクってプライベートでマスクしてないですからね。